生活の中が全部全てです。あと人との会話もそうですし、あとちょっとこう、休みの日に散歩した時にもあるし、もうありとあらゆるところからです。我々東京の、住宅街に、お店を作るというところがあったんですけど、日常的に、利用していただきたいケーキ屋さんっていう風な思いもありますし、パフェだったりとかクリスマスケーキだったりとか、そういったなんか特別な日にもご利用いただくケーキ屋さんにもなりたいっていう思いがあって、現在東京に3店舗と福岡に1店舗で、現在は4店舗ですね。で、近々東京に2店舗と、あと山梨に1店舗増える予定で、3店舗増える予定ですね。一番大切にしてるのは季節です。で、季節で、食べていただくお客様がどういうものが欲しい季節か、寒かったら暖かくなるような食材を取り入れたいって体は思ってるし、季節にある素材を使うっていうのがまず一番最初です。やっぱりそのメインの果物が引き立つような、ペアリングのジェラートは何かで、甘くて完熟の果物を使うとしたら、その果物が持ってない、他の要素の味は何かっていうのを足してあげることが多いです。香りとか味とかってどんなものがあるんだろうって、果物以外にどんなものがあるんだろうって素材を探して合わせて、よりその果物を強烈に美味しくさせていくっていうそのパターンが多いです。我々が提供しているパルフェビジュというのはソルベが1つとジェラートが1つのだいたいこう常に2種類のアイスクリームが入るっていう形の構成は、常々、その形で進めやってます。お菓子作りをやる中で特にこのアイスクリームとあとチョコレートですかね、この2つに関しては機械の力が非常に大きいというふうに、感じていて、やっぱりこう素材の良さとルセットの良さとあと機械の良さ、この3つが揃ってこそ美味しいものが作れるっていうことをすごく実感したので、もう最初の時にもう一切の妥協を許したくないっていうところで機械選びをすごく大事と考えて、もう世界一だと思ったのでカルビジャーニの導入を決めました。カルビジャーニ様々です。ジェラートは特にその担当に初めてなった人は技術的っていうよりこの数値のその根拠みたいなものをしっかりと学んでもらうために、そういう講習会に必ず行ってもらうとか、そういうなんていうんですかね、作り方とかそういうことではなくて、数値的に、合ってるか合ってないかがどうやって味に影響していくかっていう学びをしに、そういう研究所に、学んでもらってます。我々の朝小岩柳の空間はこのグレーが色としては貴重にとなってます。いろんなマテリアルのグレーものを採用することで色をこうつけないっていうところで、よりパフェだったりアイスクリームだったりケーキだったりがこう美しく映えるっていうような、空間を演出できるんじゃないかなっていう、あくまでもパフェだったりジェラートだったりが主役の空間作りっていうところでこういう空間を作ってます。2026年からメゾンアスという新しいブランドを立ち上げるんですが、それはこうより職人の手仕事だったり、我々のスタッフ職人が畑仕事をして、
野菜だったりフルーツだったり作るところからの食作りっていう風なブランドを作るっていうところで、よりこう土をこう触るっていうイメージで、グレーにちょっと土を入れたベージュっぽい、グレーベージュっていうのをまた新しいブランドカラーとしたブランドを今作っている。AI だったりが進んでいく今後の世の中か、100年続く食のブランドっていうのが結局はそういう風な一次産業からしっかりと妥協することなくお客様の口に入るまで、植物育てて、そういったことをやるブランドをちょっと残していきたいっていう思いがあります。すごいいろんな甘いお酒を飲みながら長く楽しむっていうことに私はすごい憧れを持っていて、どうやったら日本の人もああやってデザートの時間を楽しく過ごしていけるのかなと思って、甘いしょっぱい甘いしょっぱいって言ったら無限に食べれるみたいなのって日本人ってあるなとか、お酒じゃない方法で長くデザート時間を楽しむことを今後も考えていきたいなと思ってます。特にアジア圏の人とかは料理に甘いお砂糖を使ったりすることがすごい多いじゃないですか。セイボリーっていう風に分けないで、レモンパフェの相方はアスパラのジェラートを入れたりしてるんですけど、料理人だったらきっと前菜で食べるようなアスパラのソルベを作られると思うんですけど、多分パティシエなのでちょっとこう甘じょっぱいようなセイボリーお菓子どっちみたいなものを入れ始めてたのは、お菓子として出すっていうのがだんだん受け入れ始めてきたなと思って、出張で行くアジアの国のデセールやパフェとかに入れると喜んでいただく方がすごい多いんで、食事の最初から最後までの切り替わる瞬間がだんだんなくなってくるのかなって